皆さんこんにちは、釣り学部です。今回はエルクヘアカディスのタイイングを紹介します。ただ巻くだけではなくて、釣れるフライを巻くポイントを教えます。まずはどのような流れで巻かれているか見ていきましょう。魚が釣れなかったり、魚がいるポイントにうまくキャストできない理由にフライが大きく関係していることをご存知ですか？もしそのような状況が続いている方は、これからいくらキャスティングを練習しても魚を釣り上げることは厳しいままと思います。でも大丈夫です。今回の動画を見て実践すれば釣れるフライを巻くことができます。私も初めの頃はフライのバランスが悪く魚から見切られることが多くありましたが、しっかりポイントを押さえて丁寧に巻くことで釣果を上げることができました。魚がなかなか釣れなかった友人にも教えてあげると、今までが嘘のように釣れて釣果報告のメールをたくさんもらうようになりました。フライをきれいに巻けるようになりたい、魚をたくさん釣りたいとそう思っているのであれば、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。タイイングで使う道具を紹介していきます。シザーズ、ハックルプライヤー、ボビンホルダー、ヘアスタッカー。ヘアスタッカーを下から叩く重りです。コーム、ハーフヒッチツール、ニードル、ハックルゲージ、バイスとウエスバック。使用するマテリアルの紹介をしていきます。エルクヘア、コックハックル、ダビング材、スレッド。詳しい内容は説明欄に記載しておきます。それではタイイングを始めていきます。まずはじめにシャンク全体にファンデーションをしていきます。ファンデーションとは下巻きのことを言います。これを施す理由は2つあります。1つ目がこれから巻いていくマテリアルを滑りにくくする。2つ目がボビンの固定。タイイングはまずボビンを固定することから始まります。ベントまで巻いたら余りをカット。左指にテンションをかけてシザーズの刃先でこするようにカットします。次にハックルをシャンクの終わり部分に巻き留めていくんですが、ここでハックルの準備について説明をしていきます。これはティムコから発売されているハンディハックルゲージというものです。ハックルを当ててフックの大きさに合わせた長さのハックルを選ぶことができます。ハックルゲージがなくても問題ありません。ハックルを1枚選んで、そしてフックゲープにハックルを曲げてファイバーを立ててください。ゲープ幅の 1.2 から 1.5 倍程度のものを選ぶようにしましょう。ハックルには表と裏があり、光沢がある方が表、白っぽい方が裏になります。ハックルのウェッブ比率の高い根元の部分の毛をむしり取っていきます。上の方から取っていけば簡単にむしり取れることができます。ハックルをシャンクの終わり部分に巻き留めるときは、裏側が上に来るように取り付けてください。巻き留めるときに取り付けのところを2ミリほど開けるようにしておいてください。この隙間を開けないと、この後ハックルを巻くときにファイバーが乱れる原因となってしまいます。ハックルをアイの手前2ミリ程度のところまで巻き留めていきます。ストークを先端までしっかり巻くことによって、ボリュームのあるボディの土台を作ることができます。均一になるようにしっかりシャンクの上に乗せるように丁寧に巻いていきましょう。巻き終わったら余分なストークをカットします。カットしたところは段差にならないようにしっかり巻き留めて仕上げておきましょう。巻き終わったらボビンをベント部に戻していきます。スレッドは大雑把に斜めにかけながら戻していっても大丈夫です。戻し終わったらハックルを立てて、その後ろ側に3回ほどスレッドを回しておいてください。これをすることでボディやハックルを巻く時の仕上がりが綺麗になってきます。続いてボディにダビング材をつけていきます。ここでダビング材の巻き方についてポイントを紹介していきます。ダビング材をスレッドに巻きつけていくために少しつまんで取り出します。スレッドはあらかじめボビンから10センチほど出しておきましょう。薄く伸ばした状態で親指と人差し指を使ってスレッドに寄り付けていきます。なるべく均一に寄り付けるようにしていきましょう。寄り付ける長さは
およそ3センチ程度で大丈夫です。フックに近すぎる部分で寄り付けようとすると難しいので、手前の方で寄り付けた方が作業がしやすいです。寄り付けたらダビング剤を全体的に上にずらしていきます。巻き付ける前に余分なスレッドは巻き戻しておきましょう。ハックルを起こしてハックルの後ろ側にダビング剤を巻いていきます。少し強めに巻くことでハックルをしっかりと立たせることができます。こうするとハックルが巻きやすくなります。2回ほど巻いておきましょう。ハックルの前側にダビング剤を巻いていきます。スレッドの角度はある一定の角度を保ちながら均一に巻いていきます。途中でダビング剤が膨らみそうになったら、ダビング剤を下の方に引きながら調整しながらしていきましょう。均一に巻くのが理想ですが、多少のデコボコは気にしなくても大丈夫です。途中でダビング剤が足らなくなった場合は付け足しても大丈夫です。一度にダビング剤をつけようとすると多くつけすぎてボディが太くなってしまいます。慣れないうちは2回から3回に分けてすることをお勧めします。ダビング剤が巻き終わったら次にハックルを巻いていきます。ハックルの向きが白っぽい裏側の方が相側、前側の方に来るように巻いていきます。同じ間隔を取りながら前の方に巻き進んでいきます。私の場合、ハックルプライヤーを使わずに直接手で巻くことが多いです。こうすることによってハックルのねじれを確実に防いだり、均一に圧力を保ちながら巻きやすくなります。最後まで巻き終わったらハックルをしっかり固定します。片手でハックルを持ってしっかり固定してください。フライの強度を高くするためにこの作業がとても重要になってきます。ギュッと締め付けて確実につけておいてください。ハックルを持ち上げて1ミリほど残してカットしてください。さらに2回ほど巻きつけて確実に取り付けていきます。この巻き留めが甘いとフライを使っている時にハックルがほどけてしまう原因になってしまいます。ハックルプライヤーの使い方も合わせて紹介しておきます。ハックルプライヤーでハックルを掴む際は、この表と裏方向ではなくて横から挟むようにしておいてください。こうすることによってハックルを巻く時のねじれがなくなります。巻き方は先ほどと同じで、裏側が相側に来る方に均一に巻いていってください。上側のハックルを下方向になでつけて平らにしていきます。シザーズでカットしたり、あるいはそのままにする場合もありますが、このようになでつけるとファイバーが横に広がる分浮力が増えていきます。続いてエルクヘアを取り付けていきます。ウイング材のエルクヘアを適量切り取っていきます。好みによりますが、だいたい40本から60本程度になります。切り取ったら先端部をしっかり持って根元部分の細かな毛やアンダーファーを除去していきます。このような櫛を使うと綺麗に仕上がります。続いてヘアスタッカーに先端から入れていきます。受け口部分から滑り込むように入れると入れやすいです。ヘアスタッカーの底の部分を叩いて毛先を揃えていきます。机の上でも構わないんですが、意外と家中に響いてしまうので、このような重りで叩いております。それでは中のエルクヘアを取り出していきます。取った時に中のエルクヘアがバラバラならないように水平を保ちながら取ってください。少しエルクヘアが浮くようなイメージで取り外すと綺麗に取り外すことができます。エルクヘアがバラバラにならないように手で掴んで取り出します。で、フライに巻くために片手に持ち替えます。先端が揃っていることを確認しておいてください。手で持ったままウイングの長さを測っていきます。エルクヘアを取り付けた時に上に広がっていくので、ベントより若干長い程度がちょうどいいです。ウイングの長さを決めたら、そのまま動かさずに手を持ち替えます。スレッドをかけていきます。私の場合、エルクヘアにまず1回転スレッドを巻いて固定します。
こうすることでエルクヘアがバラバラにならず取り付け位置を決めることができます。巻きつける前に位置を必ず確認しておいてください。これから強く引き締めていくのでスレッドが切れないように注意してください。ウィングが広がらないように手でしっかり押さえます。この段階でハックルを一緒に巻き込んでしまうことがよくありますので、しっかり取ってあげることによって仕上がりが綺麗になってきます。スレッドを 2,3 回かけてこれからギューッと締め付けていきます。一気に締め上げず数回に分けて締め上げていくと綺麗に仕上がっていきます。締め付けるときに奥にずれていくので手前に修正しながら締め付けていってください。ウィングは広がらないようにしっかり固定しておいてください。この部分はエルクヘアカディスの顔の部分になってきます。しっかり丁寧に巻くことによってエルクヘアがかっこよく仕上がっていきます。またこの作業がエルクヘア自体の強度にも大きく関わってきますので、特に時間をかけて慎重にやっていく作業の一つです。仕上げでぎゅーっとゆっくりテンションをかけていきます。続いてヘッド部を作っていきます。広がったヘッド側のヘアをまとめて掴み取って後ろ側へ折り返していきます。フックの愛を潰さないようにヘアの下側にスレッドを5回から7回程度かけていきます。ハーフヒッチで固定していきます。3回ほどしっかり巻き留めてください。スレッドを弾いてさらにしっかり締め付けます。巻き留めが終わったらスレッドをカットします。ヘッド部をカットする前に手で全体をなじませて形を整えてください。ヘッド部のカットに入ります。このようなアイが斜めのタイプのものはアイの角度と同じ角度でハサミを入れたらかっこよく仕上がります。ヘッドの大きさはお好みで構いません。最後の仕上げでヘッドセメントを染み込ませていきます。これで完成です。エルクヘアカディスはフライタイイングの基礎になりますので、しっかり巻けるようになっておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。